はい、皆さんこんにちは。本日ご紹介しますのはパタゴニアのですね、パンツの新製品メンズアウトドアエブリデイパンツ、こちらご紹介していきたいと思います。ラインナップとしてはどちらかというとカジュアルなパンツのラインナップに属していますけども、アウトドアを趣味にされている方が日常の中でどんなシーンでも着用できるようなそんな機能を持ったパンツになっています。はい、スペックを見ていきますと、まず素材はですね、リサイクルされた漁網を使用し海洋プラスチック汚染の削減に貢献する4プライ 4.9 オンスネットプラスポストコンシューマーリサイクルナイロン 100% となっています。今シーズン2022年の春夏から対象の商品が増えましたネットプラスと呼ばれる、本来捨てられて海洋汚染などになってしまう使い終わった漁網を再利用した素材ということで、非常に環境への負荷を抑えたリサイクル素材となっています。本体は PFC フリー DWR 加工ですね。環境に残留して生物に有害な影響を及ぼす過フッ素化合物を使っていない耐久性撥水コーティング済みですね。こちらも非常に環境への負荷を抑えられているというところになります。そして UPF50 プラス紫外線防止指数 UPF が一番高い指数ですね。50プラスというのはこの基準の中で、ということで紫外線にも強いということになっています。重量は 383g、 生産国ベトナム製でレギュラーフィットのフィット感になります。はい、続けて本体のディテール見ていきますけども、この全体のディテールとしては今現在ちょっとラインナップされていないバギーズショーツのロング版バギーズパンツという製品あったんですけども、そちらとギパンツと呼ばれるパタゴニアの中で長い間名前が受け継がれている足さばきの良いクライミングパンツタイプのパンツがあったんですけども、そちらのいいところをミックスしたような仕上がりになっていると思います。まずはですね、フロントのポケット、スナップ止めのポケットになっています。フロントポケットがスナップ止めっていうのはタイプとしては珍しいかなと思います。形は封筒型、このぐらいの容量ありますかね。見た目よりも大容量のポケット、そしてこれですね、現在のバギーズショーツなんかと同じように水抜け用のメッシュが入っている、こちら両側ともメッシュ付きのポケットになっています。フロントにはですね、もう2箇所、ももの部分にジッパーポケットがあります。ちょうどこのパンツの横の面にですね、ジッパー開けていって、こちらも先ほどと同じようにメッシュの水抜き穴がついているポケットになります。物を落とす心配も少ないですし、2箇所あるということで、容量的にもかなり大きくなっていいですね。背面部分ですけども、こちら右後ろの部分にジッパー式のポケットですね。こちらもメッシュ素材になってますけども、こっちはメッシュの面積かなり大きいですね。全体がほとんどメッシュの背面ポケットになっています。ウエスト部分ですけども、もともとこの伸縮性のギャザーが入っているウエストなんですけども、そこにこのバックル付きベルトが備わったウエストバンドになっています。元からこの穴にですね、調節用ベルトが通っている、そういった感じになりますね。ウエストの調整は非常に簡単に可能ですね。このフロント部分はですね、ジッパーなどないので、前の部分はオープンにはならず、最初からくっついた状態の股ですね。裾の部分ですけども、部分的な伸縮性を備えたギャザーの裾になっています。ジョガーパンツというほどまでタイトなギャザーにはなってないですけども、比較的余裕ある感じの裾になっています。しかしながらふくらはぎの上くらいまでですね、パンツをまくる時なんかには非常に便利に使えると思います。はい、カラーリングご紹介していきますと、こちらご紹介で使用したカラーはですね、日本語読みするとオールタンみたいな感じで、木製のオール、手こぎの部分のカラーをイメージしたようなタンカラーということでしょうかね。ベージュに近い感じのカラーリングですね。でそしてこのベルトがですね、非常にアクセントのカラー、
こちらはですね発色のいいレッド系のカラーになっています。そしてもう一色はですねニューネイビーというカラーになっています。こちらはですね本体が暗めのネイビーに対してベルトの部分、こちらもちょっと薄めのブルーですかね、ブルー系のカラーでまとめているといった感じになってます。はい、実際に着用してみました。私身長173センチの55キロで今回 XS サイズを着用をしています。サイズ感的にはかなりぴったりといった感じですね。ウエストはですねベルトを絞らないでもこのギャザーの部分の圧だけで全然腰から落ちてこないんですけども、ベルトを引っ張ってちょうどといった感じになってますね。パンツ全体のシルエットとしてはやっぱりレギュラーフィットということもあって足にぴったりとフィットするわけではなくちょうどいいぐらいの余裕のある空間が生まれていますね。足上げや曲げ伸ばしの動きに対する感覚というのも全然悪くないですね。非常に動きやすい素材です。裾の部分のリブもですねこのいい具合に干渉しないですし、やっぱりこうしてグッとふくらはぎまでただ上げるだけでも全然ずり落ちてこない、このフィット感がすごいやっぱりパタゴニアのパンツ絶妙だなと思いますね。私普段パタゴニアのバギーズパンツかなり愛用してまして、その代わりになるパンツパタゴニアでないかなというふうにずっと探してはいたんですけども、これかなり感覚としては近い感じですごいいいなと思いますね。このネットプラスリサイクルナイロン、今年から使用している製品増えましたけども、共通の特徴としては以前までのバギーズパンツなどの質感と比べると若干のパリッとした感じ、張り感、コシがある感じの生地になっています。柔らかさよりちょっと硬さというか丈夫さが重視されているなという生地になってますね。ただこれもおそらく履き込んでいって、洗濯などをするともうこの硬さというのは多分なくなってくるんじゃないかなと思いますね。ポケットも全体的に使いやすいですね。バギーズパンツだと後ろはスナップポケットでしたけども、こちらはジッパーのポケットで物が落ちる心配もないですし、このもももポケットがあります。やっぱりポケットの数が多いのは単純にパンツとして使いやすいですね。サイドのポケットがスナップ式なおかつ結構しっかりと深いですね。携帯とか入れても物を落とすような心配はないかなと思います。はい、続いてですねワンサイズ上げて S サイズ履いてみました。私普段パタゴニアのパンツ基本的に XS サイズなので S サイズちょっと大きすぎるかなと思ったんですけども S サイズでも意外と履けないことはないなという感じですね。この足の部分のですねゆとり、見た感じの幅もですねやはり S サイズワンサイズ上げるとよりゆったり感が出まして、余裕はあるなという感じですね。レングスがですねそこまで極端に長くならないですね。基本的にパタゴニアのようなアメリカンサイズのメーカーですとどうしても長さが極端に長すぎて入らないというパターンが多いんですけども、これはワンサイズ上げても長さそこまで変わんないんで、意外といけそうだなっていう感じですね。裾の部分はですねもちろんこのベルトでしっかりと調節ができました。余りの部分もそこまで長くないですね。収納すれば全然気にならないレベルなのかなと思います。ゆったり履きたい方はワンサイズ上げてちょっとより緩いスタイルで使ってもいいのかなと思います。はい、今回はパタゴニアのメンズアウトドアエブリデイパンツを紹介しました。アウトドアライクなアクティブな生活をされている方向けにはですね冬を除いた春から秋にかけての3シーズン通しでですねガシガシと使っていただける非常にいいパンツになっているんじゃないかなと思いました。今の時期にですね購入していただけると、これからの暑い時期に向けてのデイリーユースとして必ず一軍になってくれるようなそんなパンツになっていると思います。ぜひともチェックしてみてください。